アブドゥッラー・ビン・アッバースは、次のように伝えている。彼は預言者の妻であり叔母でもあるマイムナの家に一晩滞在した。彼はこう付け加えた。私はベッド、クッションに横向きに横たわり、アッラーの使徒、彼に平安と祝福あれとその妻はクッションの縦向きに横たわっていました。アッラーの使徒、彼に平安と祝福あれは真夜中まで、あるいはその少し前か少し後まで眠り、それから目を覚まし、手で顔の眠気を拭い去った。それから彼はスーラ・アルイムランの最後の10節を朗唱した後、起き上がり、吊るされた水袋のところへ行った。彼はその水袋で身を清め、それは完璧な身を清めた。それから礼拝を捧げるために立ち上がった。私も起き上がり、預言者がしたようにした。それから私は彼のそばに立った。彼は右手を私の頭に置き、右耳を掴んでひねりました。そして2ラクア、それから2ラクア、2ラクア、そして2ラクア、そして2ラクア、そして2ラクア、それぞれ6回、そして最後に1ラクアウイトルの祈りを捧げました。それから彼は再びベッドに横になり、ムアズ、ジンが彼のところに来ると、預言者、彼に平安と祝福あれは立ち上がり、2ラクアの軽い祈りを捧げ、外に出てファジュルの祈りを導きました。サヒーフ、アルブハーリー183。ハディースの説明。アブドゥッラー・イブン・アッバース神の祝福と平安あれは、預言者、神の祝福と平安あれに従い、彼のスンナ、教えを学んだ聡明な若者でした。このハディースの中で、イブン・アッバース神の祝福と平安あれは、預言者、神の祝福と平安あれの妻であるオバマイムナの家で夜を過ごしたことを伝えています。彼は枕の幅に横たわり、眠りました。幅、アインにファット、ハーがあるは長さの反対です。枕は寝ている人の頭の下に置かれるよく知られたもので、枕と呼ばれています。神の使徒、神の祝福と平安あれと彼の妻マイムナは、その長さに横たわりました。神の使徒、神の祝福と平安あれは真夜中まで、あるいはその少し前、あるいは少し後まで眠りました。アッターの使徒、アッターの祝福と平安あれは目を覚まし、座り込み、酔いを覚ますために手で顔の眠気を拭い去った。そして、アッターのお言葉、実に、天地創造において、アッター、イムラーン章190から200節から章の最後まで、最後の10節を朗唱した。これは、軽微な儀式上の汚れ、すなわち排尿と排便のために身支度をせずにクルアーンを朗唱することが許されていることを示す証拠である。それから彼は古い水袋のところへ行き、そこから身支度をし、丁寧に身支度を行った。そして彼はハジュドの礼拝のために立ち上がった。イブン・アッバース、アッターが二人に5万エツあれはこう言いました。そこで私は起き上がって、預言者、彼にアッターの祝福と平安あれがしたように、彼は身を清め、それを丁寧に徹底的に行い、それから預言者、彼にアッターの祝福と平安あれの傍らに立ち、共に祈りを捧げました。預言者、彼にアッターの祝福と平安あれは右手をイブン・アッバースの頭に置き、右耳を押さえてこすったりマッサージしたりしました。眠気を覚まさせるため、祈り方や後ろで祈っている人の位置に気を配るため、愛情を示すため、あるいは何か他のためでした。彼が耳をこすっただけだったと言われているのは、彼が左側に立った時、耳を持ってこすって右に向けるからでした。そこで預言者、彼にアッターの祝福と平安あれは2ラクアごとに挨拶をしながら、12ラクア祈りを捧げました。次に彼は、奇数ラクア、1ラクアでも3ラクアでも構わないのウィトルの祈りを行った。それから彼は横になり、ムアッツィンが祈りに来るまで横になった。夜明けの祈りでは、彼は立ち上がり、夜明けの2ラクアである軽い2ラクアの祈りをし、それから外に出て義務的な夜明けの祈りを行った。このハディースにはこうある、儀式上の不条を破った後、あるいはその他の理由で沐浴を行わずにクルアーンを朗唱すること。なぜなら預言者、彼にアッターからの平安と祝福あれは眠りから覚めてから沐浴を行う前にこれらの説を朗唱したからである。それには、夜明けの祈りのsunnaを軽くすること。それには、預言者、彼にアッターからの平安と祝福あれが夜の礼拝で言っていたこと。